春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は EQS 環境クエリシステムを使用して AI エネミーがプレイヤーの周囲を一定の距離を保ちながら攻撃してくるようにしてみようと思います。 AI エネミーに間合いを取らせてみたその 6AI EQS。 早速作ってみましょう。EQS 環境クエリシステムの実装。新しいフォルダを作成します。名前を EQS にします。右クリック AI 環境クエリ、名前を EQS ストレーフにします。ファイルを開きます。 EQS エンバイロメントクエリシステム。環境クエリシステムとは動的な環境において適切な行動選択が行えるように設計されたシステムのことです。 AI が周囲の環境に候補地をいくつか置きます。その候補地に対して点数付けを行います。そして点数の高い候補地を選ぶという仕組みです。 EQS においてこの候補地のことをアイテムと呼びます。 1-1 サークルジェネレーター。ルートノードよりジェネレーターを追加します。ジェネレーターはアイテムの置き方を決めるものです。サークル上、コーン上、グリッド上に配置するなどです。プレイヤーの周囲を一定の距離を保ちながら円を描くように移動させたいのでサークルジェネレーターを配置します。詳細パネル、サークルラディウス、円の半径を 350.0 にします。ポイントオンサークルスペーシングメソッド、円周上の間隔をバイナンバーオブポイント、ポイント数に変更します。ナンバーオブポイント、ポイント数を6にします。1-2 ENV クエリコンテキスト、環境クエリコンテキストの作成。サークルセンター、円の中心はこの EQS を実行するアクターです。プレイヤーの周囲に EQS のアイテムを生成したいのでサークルセンター、円の中心がプレイヤーとなるように環境クエリコンテキストを作成します。環境クエリは一旦保存して閉じます。右クリック、ブループリントクラス、すべてのクラスで ENV クエリコンテキストを検索します。ENV クエリコンテキストブループリントベースを選択します。名前を EQS コンテキストアタックターゲットにします。ファイルを開きます。関数、オーバーライド、プロバイドシングルアクターを選択します。EQS のアイテムをプレイヤーの周囲に生成したいのでゲットプレイヤーコーンノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードをリザルティングアクターにつなぎます。コンパイルして保存します。環境クエリ EQS ストレイフを開きます。サークルジェネレーターを選択します。詳細パネル、サークルセンター、円の中心を作成した EQS コンテキストアタックターゲットにします。これで EQS ストレイフは AI エネミーの周りではなくプレイヤーの周りにアイテムを生成します。1-3 パスファインディングテスト。ジェネレーターを右クリック、テストを追加。テストはジェネレーターで置かれたアイテムを評価するものです。ディスタンス、距離で評価したり、ドット、内積で評価したり、パスファインディング、経路探索で評価したりするものがあります。移動できない場所をフィルター処理したい場合はパスファインディング、経路探索を追加します。パスファインディングテストはデフォルトでは到達不可能なものをすべて破棄します。保存して閉じます。2、ビヘイビアツリーに EQS を実装。ビヘイビアツリー DTI エネミーベースを開きます。チェイスターゲットのツリーを一旦切断します。セレクターノード配下にセレクターノードを配置します。名前をアタックステートにします。チェイスターゲットのデコレータをコントロールプラス X で切り取ります。セレクターノードアタックステートにコントロールプラス V で貼り付けます。アタックステートよりシークエンスノードを配置します。名前をストレイフにします。ラン EQS クエリタスクをつなぎます。ラン EQS クエリタスクは指定した環境クエリを実行します。詳細パネル、EQS リクエスト、クエリテンプレートに作成した EQS ストレイフをセットします。ランモード、シングルランダムアイテムフロムベスト 25% を選択します。ベストな 25% をランダムに選び、その中からアイテムを返します。ブラックボード、ブラックボードキーは環境クエリが返すアイテムの位置をセットします。ブラックボードに移動します。キーを追加します。新規キーより
ベクターを追加します。名前をポイントオブアイテムにします。ポイントオブアイテムは EQS のアイテムの位置です。ビヘイビアツリーに戻ります。ラン EQS クエリタスクを選択。詳細パネル。ブラックボード。ブラックボードキーに追加したキーポイントオブアイテムをセットします。EQS が実行されると、アイテムの位置情報、ベクトルが返され、ポイントオブアイテムに保存されます。AI にポイントオブアイテムに移動するようにタスクを追加します。ムーブ2タスクを配置します。詳細パネル、ブラックボード、ブラックボードキーをポイントオブアイテムにします。EQS クエリを実行する前に BTT フォーカスタスクを配置してターゲットアクタをフォーカスするようにします。詳細パネル、ターゲットをターゲットにします。BTT ムーブメントスピードタスクを配置します。詳細パネル、ムーブメントスピードをジョギングにします。最後にウェイトタスクを配置します。詳細パネル、ウェイトタイムを 0.3 秒にします。ランダムディビエーション、ランダム偏差を 0.2 秒にします。保存して閉じます。起動してみましょう。デバッグモードを表示します。1、2、3と押して EQS だけ表示します。EQS のアイテムがプレイヤーの周囲に6つありますね。AI エネミーがこの中の1つを選択して移動してますね。この時、AI エネミーが対角線上に移動しています。プレイヤーと重なってしまってますね。これは、すべてのアイテムでスコア、優先度が等しいからですね。3、ディスタンス、距離テスト。EQS にディスタンス、距離テストを追加して、AI エネミーが演習場を移動するようにします。EQS ストレイフを開きます。サークルジェネレーターを右クリック、テストを追加、ディスタンステストを追加します。ディスタンステストを選択します。詳細パネル、テストパーパスをフィルター&スコアにします。特定の範囲内のものをフィルターし、距離がより近いものに高いスコアを割り当てます。フィルタータイプをレンジにします。フロートバリューミニマムを 100.0 にします。フロートバリューマックスを 400.0 にします。保存して閉じます。AI エネミーが対角線上に移動しないことを確認します。起動してみましょう。AI エネミーがプレイヤーの周りを移動しています。対角線上のアイテムに移動することもなくなり、常に演習場を移動していますね。4、クールダウンデコレータの追加。攻撃アクションを追加します。ビヘイビアツリー BTI エネミーベースを開きます。アタックステート配下にチェイスターゲットブランチをつなぎます。クールダウンデコレータを追加して AI エネミーが攻撃するようにします。チェイスターゲットシーケンスノードを右クリック、デコレータを追加、クールダウンデコレータを追加します。クールダウンデコレータは、クールダウンタイマーが終了したかどうかを条件にします。クールダウンデコレータを選択します。詳細パネル、クールダウンタイムを5秒にします。5秒間チェイスターゲットは失敗を返します。クールダウンタイマーが終了すると、5秒経つと成功を返します。AI エネミーは5秒に1回、攻撃を行います。攻撃していない間は、プレイヤーの周囲を一定の距離を保ちながら移動します。フルコントロール、オブザーバーを中止をローアプライオリティにします。優先度の低いもの、右側は、すべて中止されます。AI エネミーがアイテムに移動している最中にクールダウンが終了した場合、AI エネミーが移動を中断し、すぐ攻撃するようになります。保存して閉じます。起動してみましょう。AI エネミーは5秒に1回攻撃してますね。防御範囲と攻撃範囲を実装。AI エネミーに防御範囲と攻撃範囲を実装します。AI エネミーは、プレイヤーから特定の範囲内にいる場合にのみ、プレイヤーの周りを移動できるようにします。また、
プレイヤーから一定の距離内にいる場合にのみ攻撃するようにします。その1、ブラックボードキーを追加。ブラックボード BDI エネミーベースを開きます。ブラックボードキーを2つ作成します。新規キーよりフロートキーを作成します。名前をアタックラディウスにします。これは AI エネミーが攻撃できる距離です。新規キーよりフロートキーを作成します。名前をディフェンスラディウスにします。これは AI エネミーがプレイヤーの周りを移動する距離です。保存して閉じます。その2、DTI 関数バトルレンジの作成。AI エネミーのブルプリントインターフェース DTAI エネミーを開きます。プラス追加より DTIF バトルレンジを追加します。詳細パネル、アウトプットに変数を2つ追加します。変数アタックラディウス、フロート型を追加します。変数ディフェンスラディウス、フロート型を追加します。コンパイルして保存します。その3、攻撃範囲と防御範囲を指定。AI エネミーで攻撃範囲と防御範囲を指定します。DTI エネミーベースを開きます。マイブルプリント、インターフェースに DTIF バトルレンジが追加されています。DTIF バトルレンジをダブルクリックして開きます。アタックラディウスをターゲットに移動する時の許容半径と同じ 150.0 にします。ディフェンスラディウスをサークルジェネレーターのサークルラディウス、円の半径と同じ 350.0 にします。コンパイルして保存します。その4、アタックラディウスとディフェンスラディウスを代入。AI コントローラー AIC エネミーベースを開きます。イベントオンポセスノードにシークエンスノードを追加します。ポセスドコーンは AI コントローラーを所持しているコーンです。ここでは AI エネミーですね。ポセスドコーンより AI エネミーの BTIF バトルレンジを呼び出します。シークエンスノードにつなぎます。変数 AI ブラックボードゲットノードを配置します。変数ブラックボードゲットノードよりセットバリューアズフロートノードを配置します。DTIF バトルレンジノードにつなぎます。キーネームピンを右クリックして変数へ昇格します。名前をアタックラディウスキーネームにします。一旦コンパイルします。詳細パネル、デフォルト値をアタックラディウスにします。フロートバリューピンを DTIF バトルレンジノードのアタックラディウスピンにつなぎます。変数ブラックボードゲットノードを配置します。変数ブラックボードゲットノードよりセットバリューアズフロートノードを配置します。前のノードにつなぎます。キーネームピンを右クリックして変数へ昇格します。名前をディフェンスラディウスキーネームにします。一旦コンパイルします。詳細パネル、デフォルト値をディフェンスラディウスにします。フロートバリューピンを DTIF バトルレンジノードのディフェンスラディウスピンにつなぎます。コンパイルして保存します。その後、DTD is in Defense Range でコレータの作成。Behavior Tree DTI Enemy ベースを開きます。防御範囲内にいるかどうかを確認するデコレータを作成します。新規デコレーターより DT デコレーターブルプリントベースを選択します。名前を BTD is in Defense Range にします。関数、オーバーライドよりパフォームコンディションチェック AI ノードを選択します。防御範囲を取得します。変数を追加します。変数ディフェンスレンジ、ブラックボードキーセレクター型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数ディフェンスレンジ、ゲットノードを配置します。変数ディフェンスレンジ、ゲットノードよりゲットブラックボードバリューアズフロートノードを配置します。プレイヤーから AI エネミーまでの距離を取得します。変数を追加します。変数アタックターゲット、ブラックボードキーセレクター型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数アタックターゲット、ゲットノードを配置します。変数アタックターゲット、ゲットノードよりゲットブラックボードバリューアズアクターノードを配置します。ゲットブラックボードバリューアズアクターノードよりゲットディスタンス2ノードを配置します。アザーアクターキーをパフォームコンディションチェック AI ノードのコントロールドコーンピンにつなぎます。ゲットディスタンス2ノードはターゲットのアクターからアザーアクターへの距離を返します。
攻撃ターゲット。プレイヤーからエアエネミーまでの距離が防御範囲よりも小さいかどうかを判定します。ゲットブラックボードバリューアズフロートノードよりグレーターイコールノードを配置します。グレーターイコールノードの下のピンをゲットディスタンス2ノードにつなぎます。リターンノードのリターンバリューにつなぎます。防御範囲内であればトゥルーを返し、防御範囲外であればフォールズを返します。コンパイルして保存します。その6、ディフェンスレンジブランチの実装。アタックステート配下にセレクターノードを配置します。名前をディフェンスレンジにします。ディフェンスレンジ配下にストレイフブランチをつなぎます。ディフェンスレンジ配下にシークエンスノードを配置します。名前をアウトオブレンジにします。右クリック、デコレーターを追加で、DTD is in ディフェンスレンジデコレーターを追加します。DTD is in ディフェンスレンジを選択します。詳細パネル、フローコントロール、オブザーバーを中止を、ローアプライオリティにします。詳細パネル、デフォルト、ディフェンスレンジをディフェンスラディウスにします。アタックターゲットをターゲットにします。詳細パネル、コンディション、インバースコンディションを有効にして、条件チェックの結果を判定します。防御範囲内であれば失敗になり、防御範囲外であれば成功になります。その7、カスタムムーブ2の作成。ムーブ2タスクのアクセプタブルラディウスを変数化したいので、カスタムムーブ2タスクを作成します。新規タスク、BT タスクブルプリントベースを選択します。名前を BTT ムーブ2バトルレンジにします。イベントレシーブエクスキュート AI ノードを配置します。AI ムーブ2ノードを配置します。イベントレシーブエクスキュート AI ノードにつなぎます。コーンピンをコントロールドコーンピンにつなぎます。フィニッシュエクスキュートノードを配置します。サクセスを有効にして、オンサクセスとオンフェールにつなぎます。変数を追加します。変数アタックターゲット、ブラックボードキーセレクター型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数アタックターゲット、ゲットノードを配置します。変数アタックターゲット、ゲットノードより、ゲットブラックボードバリューアズアクターノードを配置します。ゲットブラックボードバリューアズアクターノード、AI ムーブ2ノードのターゲットアクターピンにつなぎます。変数バトルレンジ、ブラックボードキーセレクター型を追加します。インスタンス編集可能を有効にします。変数バトルレンジ、ゲットノードを配置します。変数バトルレンジ、ゲットノードより、ゲットブラックボードバリューアズフロートノードを配置します。ゲットブラックボードバリューアズフロートノード、AI ムーブ2ノードのアクセプタンスラディウスピンにつなぎます。コンパイルして保存します。その8、アウトオブレンジ配下にタスクを追加。アウトオブレンジ配下にタスクを追加します。BTT クリアフォーカスを配置します。BTT ムーブメントスピードを配置します。詳細パネル、ムーブメントスピードをスプリンティングにします。BTT ムーブ2バトルレンジを配置します。詳細パネル、アタックターゲットをターゲットにします。バトルレンジをディフェンスラディウスにします。防御範囲外であれば、間合いの距離に移動します。防御範囲内であれば、プレイヤーの周囲を一定の距離を保ちながら移動します。その9、チェイスターゲットのムーブ2タスクの変更。チェイスターゲット配下のムーブ2タスクを作成したカスタムムーブ2タスクに変更します。チェイスターゲット配下のムーブ2タスクを削除します。BTT ムーブ2バトルレンジを配置します。詳細パネル、アタックターゲットをターゲットにします。バトルレンジをアタックラディウスにします。保存して閉じます。起動してみましょう。防御範囲外の時は、AI エネミーはプレイヤーに向かって走ってきます。防御範囲内の時は、プレイヤーの周囲を一定の距離を保ちながら移動します。また、AI エネミーは150以内に移動してから攻撃します。その後、プレイヤーの周囲を一定の距離を保ちながら移動します。プレイヤーが AI エネミーから逃げると、プレイヤーを追いかけます。設定ファイル。
なんとかできましたね。前進移動のアニメーションしか設定していないので、少し不自然ですね。横移動、後ろ移動のアニメーションを設定するとマシになるかもです。AI エネミーに環境クエリを実装するメリットは、リアリティの向上。環境に反応することで、敵がより人間らしい行動をとるようになり、ゲームの没入感が増します。ゲームプレイの深み。敵が環境を利用することで、プレイヤーに対して多様なチャレンジを提供し、戦略性のあるゲームプレイが可能になります。ダイナミックな戦闘。敵が環境を利用してカバーを取る、移動する、待ち伏せするなど、予測不可能な行動をとることで、戦闘がより緊張感のあるものになります。リプレイ価値の向上。環境クエリを実装することで、敵がプレイヤーの行動や状況に適応し、プレイヤーが常に新しい戦術を考える必要があるため、ゲームのリプレイ価値が向上します。多様なシナリオの作成。環境クエリを活用することで、開発者は多様なシナリオやレベルデザインを作成しやすくなり、プレイヤーに様々な体験を提供できます。リアルタイムの反応。敵がリアルタイムで環境に反応することで、ゲームがより動的で予測不可能な展開になります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。